今日は朝から雨が降っています。窓の外は静かで少し暗いです。ポツポツという音が心に響きます。ゆっくりした朝の始まりです。カーテンを少し開けてみました。外の木の葉が濡れて光っています。雨の匂いが窓の隙間から入ります。新しい空気で部屋が少し明るくなります。テーブルの上をきれいに拭きます。お茶を入れる場所を整えるのが好きです。静かな音だけが部屋に残ります。雨の音と一緒に心が落ち着きます。棚から急須を取り出しました。手に持つと少しひんやりしています。この急須はおばあちゃんにもらったものです。丸い形が手に優しくなじみます。次に湯飲みを2つ用意しました。一つは自分のため、もう一つは誰かのため。誰もいなくてもその気持ちは大事です。お茶は心を分け合うものだからです。やかんに水を入れて火をつけます。シューシューという音が静かに広がります。湯気が少しずつ立ち上っていきます。その白い線を見ていると心が落ち着きます。棚からお茶の缶を取りました。金色の蓋を開けると香りが広がります。少し甘くて深い森のような匂いです。目を閉じると静岡の山を思い出しました。小さなスプーンで茶葉をすくいます。手の中に落ちる音がさらさらと響きます。3倍ほどを急須に入れました。茶葉の緑が光の中で揺らめいています。お湯が沸いたので少し冷まします。熱すぎるとお茶の味が変わってしまいます。湯気の中にほのかな甘い香りがあります。その香りを吸い込みながら深呼吸しました。ゆっくりと急須にお湯を注ぎます。茶葉が静かに揺れ、緑が広がります。蓋をして40秒だけ待ちます。その短い時間がとても長く感じます。お茶の香りが部屋に広がります。静かな音でお湯が注がれます。湯気がゆらゆらと立ち上り、心まで温かくなるようです。ゆっくりと湯飲みを手に取ります。指先に優しい温かさが伝わります。その温度が雨の冷たさを忘れさせます。一口飲むと舌の上に柔らかな苦みが広がります。その後に少し甘い余韻が残ります。窓の外では雨がまだ降っています。しとしとと静かに続いています。その音がお茶の時間を包みます。湯気の向こうに自分の顔がぼんやり見えます。少し笑ってまたお茶を飲みました。机の上には小さな本とペンがあります。ページを開くと雨の音が少し遠くなった気がします。一行書いて手を止めます。インクの匂いがお茶の香りと混ざります。窓を見上げると空はまだ灰色です。でも雨は少し弱くなってきました。外を歩く人が傘を少し傾けています。その姿を見てなんだか安心しました。お茶をもう一度注ぎます。少し色が薄くなっています。けれどその優しさが今日の気分にぴったりです。机の上の水滴が光に当たってキラキラします。まるで小さな宝石みたいです。外の木々が雨に濡れています。葉の先から水がポタポタ落ちます。その音がまるで時計のようです。ふと昔のことを思い出します。雨の日に母とお茶を飲んだこと。あの時も同じ香りがしていました。その思い出が今の静けさと重なります。時間がゆっくりと流れて雨音が優しく響きます。お茶の表面に小さな波が広がります。
まるで心の中の静かな風のようです。ふっと息を吐くと湯気が揺らいで消えます。その一瞬がとても美しく見えました。遠くで雷の音がしました。でもすぐに静かになります。まるで空が深呼吸をしたみたいです。カーテンの隙間から少し光が入ってきます。その光が湯飲みを優しく照らしています。雨の音が少しずつ止み始めました。静けさが戻ってきて、心の中も穏やかになります。耳を澄ますと小鳥の声が聞こえます。雨の後に世界が目を覚ましたようです。窓を少し開けるとひんやりした空気が入ります。でもその中に新しい匂いも感じました。遠くで子供の笑い声がします。雨上がりの道を走っているのでしょう。その声が心に光を灯します。私は最後の一口を飲みます。少しぬるくなったお茶がまだ優しい味をしています。カップを置くと小さな音が響きます。その余韻が消える頃、心の中に静けさが残りました。窓の外では雲の隙間から光が差します。雨上がりの世界が少しずつ色を取り戻しています。庭の花が静かに光っています。水の雫が宝石のように輝きます。私は立ち上がり、カーテンをゆっくり開けます。部屋に新しい光が流れ込みました。風がそっと入り、お茶の香りを運びます。その香りが一日を優しく包みます。お湯を沸かしたケトルが静かに冷めています。その静けささえもどこか心地よく感じます。私は深呼吸をしてそっと目を閉じます。今日という日が静かに満たされていました。